マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、今日はですね、このマイの日本語ポッドキャストについてお話ししていこうかなと思います。で、このお話をする前に一点お伝えしておきたいことがあるんですけど、私が自分の夫のことを旦那さんと呼ぶことについてです。はい、私はこのポッドキャストでいつも自分の夫のことを旦那さんと呼んでいます。で、たまにコメントでもいただくんですけど、どうして自分の夫なのに旦那さんってさんをつけているんですかっていうコメントをね、いただきます。で、それを読んで、あ、確かにって思ったんですね。特に日本語学習者の方にとったら、ちょっと不思議かなと思います。なんで自分の夫なのに、旦那さんっていう言い方なのって。不思議に思ってる人多いかなと思うんですけど、確かに一般的には、自分の夫のことを旦那さんとはあまり言いません。じゃあなんで私が旦那さんと呼ぶかっていうと、うーん、正直に言うと、個人的にですね、私は、うちの夫とか、うちの旦那がとかっていう言い方があんまり好きじゃないからなんですね。で、なんとなくちょっと冷たく聞こえる気がするんですよ。なので、私はもっと優しい言い方をしたくて、あえて旦那さんと呼んでいます。だから、これからもね、このポッドキャストで旦那さんと呼んでいくと思います。なので、そういう理由で、旦那さんと呼んでいるのでね、その点をご理解いただけると嬉しいです。で、このポッドキャストについてお話しする理由は、実はいろいろな理由があるんですけど、まずですね、なんかすごく昔のことのように感じるんですけど、実は私たちこのチャンネルを始めて、まだ2ヶ月しか経っていないんですね。なので、一度ここで整理をしたいなと思いまして、ちょっと一息つきたいと言いますか。うん。あとは、今、私たちのチャンネルは大きな変化を前にしているじゃないですか。なので、そのことについても今日は一度お話ししてみたいなと思っています。そして私たちの正直な気持ちもお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。まず最初にこのチャンネルを始めたきっかけなんですけど、もともと私は韓国語の勉強をしているので、普段からね、韓国語のポッドキャストをよく聞いています。で、その韓国語のポッドキャストを聞いていて、ああ、ポッドキャストっていいな。私もいつか一回やってみたいなっていう気持ちがずーっとあったんですね。なんですけど、私ってそういうことを考えるだけですぐに行動に移すタイプじゃないんですよ。で、頭の中では、ああ、撮影してみようかなとか、ああ、やらなきゃ、あれやりたいなとか、いろんな考えはあるんですけど、結局やらずに後回しにしちゃうみたいな、そんなタイプなんですよね。で、私がポッドキャストに興味があるっていうことは、旦那さんも知っていたんですよ。そしたらある日、旦那さんが突然、とりあえず一回カメラで撮って僕に見せてって言ってきたんです。それで、本当にね、
その時は軽い気持ち、もう本当に練習するくらいの軽い気持ちで、日本語で話しているところを撮って、旦那さんに見せたんですね。で、旦那さんって、もともとこういうことに結構厳しいタイプなんですね。なんですけど、動画を見た後に、「え、普通に上手じゃない？もうポッドキャストすぐ始めなよ」って言ってきたんですよ。で、私はその時、「え、本当に？私本当にちゃんとできてる？」って思ったんですね。そしたら、その10分後くらいに旦那さんが、「今マイク1個買ったよ」って言ってきたんですよ。で、もうびっくり。「え、もう？」っていうね。そう、旦那さんはね、本当に行動力がすごい人なんですよ。もうこれをやるって決めたら、もうすぐ即行動みたいな、そういうタイプの人なんですね。私が本当に今まで出会った人の中で、一番行動力がある人ですね、本当に。うん。で、次の日になったんですよ。そしたら本当に5万円くらいのマイクが私の机の上にドーンって置かれていたんですね。で、それを見た瞬間、ああ、もうこれはやるしかないなと。うん。もうやらなきゃダメだって思って、で、本当に突然、もう撮ったのが、私たちの一番最初のポッドキャストの動画ですね。始まりっていうテーマの動画です。はい。で、あれはマイクを買った次の日に撮影をしました。もう本当にそのポッドキャストを始めるまであっという間でしたね。で、知っている方もいると思いますが、もともと私は韓国での生活を YouTube で発信していました。なので、YouTube がどんな場所かっていうのは、だいたい分かっていたんですね。だから、今回のポッドキャストも始めるときに、登録者100人達成するのに、だいたい1週間くらい、長くて1ヶ月くらいかな、なんて、そんな風に考えていたんですね。で、旦那さんも反応が出るのは3ヶ月ぐらい経ってからだと思うよって言ってたんです。で、最初の動画をアップした時も3時間くらい経って再生回数が3回とかそれくらいだったと思います。でも、もちろん落ち込んだとかそういうわけでもなく、2人ともね、特に気にしていませんでした。なんですが、最初の動画をアップしたその日の夜ね、私たちチキンを食べていたんですよ。で、チキン食べていたら、突然通知がね、ずっと来るんですよ。コメントがつきました。コメントがつきましたって。で、最初はもう私はね、別のもう一個の YouTube チャンネルのコメントだと思っていたんですね。でも、あまりにもコメントが来ましたっていうのがすごい来るから、なんだろうと思って確認したんですね。そうしたら、ポッドキャストのチャンネルの登録者グラフがぐーんって上がってたんですよ。で、その時、本当にびっくりして、もう旦那さんもかなり驚いていました。で、旦那さんも日本語学習者なので、日本語のポッドキャストをよく聞いているんですけど、旦那さんがね、自分だったら動画が1本しかない日本語ポッドキャストのチャンネルは登録しないなって言ってたんですよ。それなのに、動画1本で登録者がどんどん増えていくから、え、動画1本しかないのに登録してくれるのって、ほんとにびっくりしたんですね。
うん。で、そこから1日に登録者数が1000人ずつ増え始めて、で、それがずっと続いたんですよ。で、14日目で登録者1万人を達成しました。もちろんね、もうすっごい嬉しかったです。すっごく嬉しいんだけど、でも同時に、あ、これどうしようって思ったんですね。なんか、確かに、すっごく嬉しい気持ちはあるんだけど、本当に嬉しいんだけど、なんか、だんだんとこう肩が重くなっていく感じっていうんですかね。うん。なんかちょっと、あ、やばいっていう風な気持ちも、こう少しずつ大きくなっていったんですね。で、コメント欄では、次の動画はいつアップ予定ですかとか、早くまた上げてくださいっていうコメントもたくさんあって、それで、その頃から私たちは役割分担をね、しっかりと分けました。旦那さんは企画、編集、そして韓国語と英語の字幕担当。で、私は撮影と日本語字幕の担当。こういう風に役割を分けたんですよ。で、本当にこのね、流れを崩したくなかったので、この時はほぼ2日に1本のペースで動画を上げていました。でも、その時は不思議と全然大変だと思わなかったんですよね。うん。多分ね、ドーパミンがすっごい出てたからだと思うんですよ。なので、本当にとにかく突っ走っていましたね。そうしてるうちに、20日くらい経った頃に、もうついに一気に疲れが来ちゃったんですね。で、心も体も、もう本当に突然、もう限界って、そんな感じだったんですよ。で、しかもね、そのタイミングでちょうどもう一つのその YouTube チャンネルの、広告案件も重なっていたので、もうね、スケジュールが本当に鬼、本当に鬼のようでしたね。うん。だからその時は、もう私たち2人とも本当にしんどくって、もうお互いに「頑張ろう、頑張ろう、うん、できるよ、できる」ってもう言いながらね、なんとか乗り切っていました。で、1月になってから、私たちはこの日本語ポッドキャストのチャンネルについて、すごく深く考えるようになりました。で、最初はこれでお金を稼ごうとか、そういったことは深く考えていなかったんですね。ただ、趣味として続けていって、あとは私がやっている日本語レッスンの宣伝に少しでもなればいいなって。それでもう十分満足だなという気持ちだったんですね。でも、チャンネルがあまりにも早く大きくなってしまって、うん、すごく嬉しい反面、同時に仕事としての負担が一気に増えました。皆さんもご存知だと思いますが、途中から私たちは振り仮名がついた日本語字幕を作り始めました。で、さらにそれに加えて、日本語のスクリプト。これもね、同じく振り仮名がついた日本語スクリプトを提供し始めたんですね。で、それによってもう作業量がどんどん増えていきました。で、正直、その頃からはもう本当に悩まずにはいられませんでしたね。
実際、現実的に言うと、日本語ポッドキャストの市場ってそんなに大きくないんですよ。なので、これで収益を出すっていうのは、思ってる以上に簡単ではありません。で、私たちの動画を見ていただければわかるかと思いますが、再生回数はだいたい1万5,000回くらいなんですね。でも、これは私たちだけではなくって、登録者数がもっと多い他のチャンネルでも同じようなケースが多いんですね。つまり、再生回数から入ってくる収益っていうのは、実際はかなり少なくって、広告がどんどん入ってくるような仕組みでもありません。だから登録者数が10万人になったらもっと収益が増えるかもっていう、そんな風に期待できる状況ではないんですね。で、結局のところ多くの場合は電子書籍を販売したり、あとは何か関連商品を作ったり、あるいは別の方法で収益を出してチャンネルを維持していく維持しているっていうことが多いんですね。で、そんなこともあって、私たちもね、本当にたくさん悩んで、投稿頻度をもっと下げるべきか、もしくは振り仮名字幕をやめるべきかってね、そんなことを本当に何度も何度も考えました。で、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、え、ただカメラの前で軽く撮ってるだけじゃないのって思われる方もきっといらっしゃるかなと思います。なので、私たちが実際にどんな風に動画を作成しているのかっていうのを少しお話ししたいと思います。まず最初に企画を立てます。で、この企画は基本的に旦那さんが担当しています。どんな話が面白いかなとか、外国人は日本のどんなところが気になるかな、知りたいかなっていう、こういったことを考えて企画を作って、それを私に渡してくれます。で、私はそれを見て、自分のスタイルで改めて台本を作ります。で、今度は旦那さんがその台本を読んで、で、外国人の視点からもう一度フィードバックをしてくれるんです。で、実は旦那さんはね、もともと韓国で普通に大学に通っていたんですが、20代半ばになって突然ひらがなから日本語を勉強し始めて、で、1年後、翌年には日本で大学入試を受けました。で、無事合格もしたんですけれども、ちょっとね、事情があって、最後まできちんと通うことはできませんでしたが、でも本当に一生懸命日本語を勉強したんですね。だからこそ、日本語を勉強する人の気持ちがよく分かって、で、私にたくさんフィードバックをくれるんですよ。で、その部分僕はちょっと理解できないな。だからもうちょっと詳しく教えてとか、あとは、そこすっごく面白いよ。それもっと聞きたいから、ちょっともっと詳しく教えてとかね。うん。で、私にとっては当たり前だと思っていたことでも、外国人の視点から見ると、あ、違う部分がたくさんあるんだなって気づけたんですね。だから、お互いに足りないところを助け合うことができるので、動画制作をする点でも、とっても役に立っていると思います。で、そうやって完成した台本を使って、今度は練習をします。はい。私はね、本当に練習をするんです。
すぐに撮ってるんでしょって思ってましたか？いいえ、全然違います。私は本当に練習をしています。もちろんね、他のポッドキャストのチャンネルを運営されている方の中には、本当に上手な方とかは、台本なしで1時間ずーっと話せる方とかもね、いらっしゃいますよね。もうね、本当にすごいなって尊敬します。本当に。うん。もう私もね、いつかそんな風にうまくお話できたらいいなって思っているんですけど、もうまだまだダメです。全然。練習しなきゃダメなので、そう、そこを目指してね、これからも一生懸命頑張りたいと思います。はい。そう、それで、もうとにかく練習をしてからカメラの前で撮影をします。で、撮影時間はだいたいいつも1時間半くらいですかね。うん。で、その撮影が終わったら、次は旦那さんが動画編集をします。で、その編集が終わったら、今度は私が日本語字幕を作成します。で、その日本語字幕が終わったら、それを旦那さんに渡して、今度はその日本語字幕をもとに、旦那さんが韓国語字幕、英語字幕、中国語字幕を作ります。で、旦那さんがその3カ国語の字幕を作っている間、私は動画に載せる日本語字幕を作成します。大丈夫ですか？わかりますか？ちゃんとついてきてくださいね。はい。これがね、すごく大変なんですよ。振り仮名がついた字幕を作らないといけないのでね。うん。で、今は AI の時代だし、すぐにできるんじゃないかって思ってたんですね。なんですけど、まだまだシステムが完璧じゃないんですよ。なので、動画のその日本語字幕っていうのは、文章を一つ一つクリックして、その中にある漢字に振り仮名を振っていかないといけないんですね。で、文章全体を全部を選択して、振り仮名を振るっていうことができないんですよ。で、しかも、その振り仮名も正確ではないので、もちろん正確な時もありますが、全然違う振り仮名が振られている時とかあるんですね。なので、それをまた私が修正をします。例えばね、いっつも修正してるのは、日本っていう漢字があるじゃないですか。で、私は日本って言ってるのに、その振り仮名は日本って振られるんですよ。そう。なのでいっつもその日本を日本に修正しています。で、それが終わったらどうするかっていうと、今度はマイクロソフトのワードを使って、日本語のスクリプトを作成します。つまりですよ、もう一回同じ作業をするんです。え、さっき作った日本語字幕をそのまま貼り付ければいいじゃんって思いますよね。私もそう思ってました。でも、残念ながら、振り仮名が連動しないんですよ。なので、全く同じ作業をもう一回ワードでしないといけないんですね。そう。で、これもまた文章をバーっと全部選択して、一括で振り仮名を振るっていうことができないので、こう一括ではなくって、単語一つ一つを選択して、それを一単語ずつ、振り仮名を振っていかなければいけないんですね。うん。なので、そう、一個ずつこうやって一単語ずつクリックして、振り仮名を振っていくっていう作業をしています。つまり、動画一本作るために、ほぼ丸2日くらい、そう、昼も夜も作業をしています。
で、日本語レッスンもね、私はやっているので、その日本語レッスンだったり、あとは他の仕事もしながらやっています。で、以前コメントで、本当にいつもお疲れ様です。4時間以上かかっていそうですねっていうね、コメントをしてくださった方がいたんですけれども、そのコメントを読んですごく嬉しかったです。あ、そうやって見てくださってる方もいるんだなって嬉しかったんですけれども、実際は4時間よりもはるかに多くの時間をかけて作成しております。はい。なので、なんで私たちがこんなに悩んでいるのかっていうのを、ちょっと共感していただけましたかね。うん。もう本当に気づいたら、日常生活が回らなくなっちゃうほど、結構規模が大きくなってしまっていたんですね。で、本当にこの2ヶ月間、ほぼ休みがありませんでした。うん。まともな休みっていうのは、1日もなかったですね。で、私たちがポッドキャストを始めてから70日くらいですかね。正直、大変な時間でもあったんですけど、それ以上に本当に幸せでした。本当にいろんな国の方々からコメントをいただけて、で、それがすごく嬉しいんですね。例えば、本当にすごく面白いですとか、毎日聞いてますとか、あとは、本当に役に立っていますっていう、そういった言葉が、なんて言うんだろうな。私自身、本当に私の自己肯定感まで上げてくれる、そんな感じがするんですね。で、しかもね、皆さんがご自身の大切な日常だったり、あとは大切な思い出のお話をね、コメントに書いてくださるんですよね。それが本当に、あ、ちゃんとコミュニケーションが取れているんだなって感じるんですよ。うん。なので、世界中の人たちとほぼ毎日のようにやり取りをしているっていうことが、本当にすごく幸せでした。だからですね、諦められないんですよ。うん。本当に諦めたくない。そう。もうこれからも、このポッドキャストを続けていきたいんですね。はい。なので、これからも皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。そこで少し冒険ではあるんですけど、今回一人日本人スタッフにチームに入ってもらってお仕事をお願いすることにしました。で、今皆さんが見ている私の頭の上のこの字幕、そして皆さんが見ている日本語のスクリプトは、そのスタッフが作ってくれたものです。で、ちなみに、もう私のね、昔からのベストフレンドです。状況を説明したら、快く引き受けてくれました。で、もちろん、その友達もね、他のお仕事があるんですね。なので、本当に感謝している気持ちと、あと、すごく申し訳ないっていう気持ち、その両方がありますね。で、彼女は仕事が終わった後に作業をしてくれています。そしてメンバーシップも始めます。長くお話ししてしまいましたが、今日はどうかご理解いただけると嬉しいです。で、私たちにとって本当に大切なタイミングなんですね。で、もちろんチャンネルがうまくいかなくなるかもしれませんし、人気が落ちてしまう場合もあると思います。それでも、もう今は
一切余計なことは考えずに、もう今作っているこの一本一本の動画に全力を注ぎたいと思っています。実はね、旦那さんとこんな話もしています。4990ウォン、3.7ドルなら悪くないんじゃない？これだけ夜遅くまで作業してるんだから、妥当な金額じゃない？私たちだって食べていかなきゃいけないよね。それに、このクオリティなら悪くないと思うし、堂々と言おうって、口では言ってるんですけど、でも正直、私たちの性格上、それがなかなかできなくって、で、本当に悩みました。たくさんたくさん悩みました。うん。だから今、とても勇気を出してお願いしています。私たちの生活を維持しながら、ポッドキャストを続けていくための方法として、メンバーシップを開始します。で、本当にこれからも、ポッドキャストを続けていきたいと思っておりますので、もしよろしければメンバーシップに参加していただけますと、本当に嬉しいです。今まで通り振り仮名付きの動画で日本語を勉強したい方、そしてメンバーシップ限定の動画を見たい方は、マイ友へご加入をお願いいたします。で、マイ友なので、つまり私のお友達っていうことですね。それから PDF スクリプトや MP3 まで必要な方は、マイアカデミーへご加入をお願いします。そこまでは必要なくて、ただ感謝の気持ちを伝えたいという方は、マイサポーターで応援していただけたら嬉しいです。どのプランでもライブ配信にはご参加できます。ライブ配信もね、定期的に行っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひライブでも楽しくお話できたら嬉しいです。それからメンバーシップは YouTube のみで行っていますので、Spotify や Apple Podcast で聞いてくださっている方はご了承ください。で、まだね、韓国では Spotify のメンバーシップが対応していないそうなんですね。なので、将来もし対応されたら必ず Spotify でもやっていきたいと思っています。はい、本日はですね、私たちがポッドキャストを始めた理由、そして良かった点や大変だった点についてお話をしていきました。で、私たちがいつもね、こう忘れないように心がけていることがあります。それは、このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんが少しでもいい気分になってくれたらいいなっていうことです。はい。もうね、何よりもまず、楽しい動画を作りたいと思っているんですね。で、これを日本語の勉強だって思って聞いてしまったら、ちょっと疲れちゃいませんか？だから、もうただ楽しいポッドキャストを聞いているだけで、で、それがたまたま日本語だっただけっていう、そんな感覚で聞いていただけたら嬉しいなって思っています。うん、もう本当にね、日本語のためじゃなくていいんですよ。ただ楽しいから聞く。で、聞いてくださった皆さんの気分が少しでも明るくなってくれたらいいなって思っています。で、私たちのリスナーさんの年齢層っていうのは本当に幅広いんですね。10代から70代以上まで本当に様々な方たちが聞いてくださっています。これって本当にすごいことだと思いませんか？うん。年齢も住んでる国も違う人たちがこうやって同じものに興味を持って、そして同じコンテンツを楽しんでいる。そう、本当にみんなそれぞれね、自分の夢を持って、そして日本語を勉強しているんですよね。通勤中に聞いたり、あとは仕事が終わった帰り道に、家事をしながら、犬の散歩をしながら、
運動をしながら、そんな風に違う場所にいるいろんな方たちが、私のポッドキャストを聞いてくださっているって思うと、なんかね、本当にすごく嬉しい。もうなんかちょっと言葉では表せない、とても幸せな感情があります。うん。で、皆さん、一人一人の夢が叶うことを心から願っています。で、私もね、これからも一生懸命頑張っていきます。はい。なので、皆さんもね、一緒にこれからも頑張っていきましょう。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。